見てください。公式設定通り片側10人、両方で20人です。あれこれぴったりやない？これね、私びっくりしちゃったんだけど、ぴったり20人入るんだよね。はーい。皆さんこんにちは。こんにちは。人兵器を作って敵をいきり散らすゲーム、スプロケット。正しくはかっこいい戦車を作るゲームです。今回は久しぶりにリクエスト戦車を作っていこうと思います。リクエストありがとな。何作るん？ほら、ガンダムシリーズ何個か作ってるよね。3つくらい作ったな。それで、キュイを作ってほしいというコメントもいただいて、キュイ。画像で紹介するとこんな感じの兵器だね。待てなんやこれは。傭兵戦車という兵員輸送を行う車両みたいね。あれか、車体の中に兵士を入れて展開する的な。普通はそうなんだけど、この戦車の場合はここに立ち乗りするんだよね。立ち乗り？前置きはこのくらいにして、バッパラパーの車両、キュイを作っていきます。ちなみに、どのように人が乗っていたのかなど、いろいろ検証しているので、ガンダムに興味のある方も、初めて知った方も、ぜひ最後まで見てくださいね。それで天輪とかはどのくらいのサイズあるん？目安として95センチから105センチくらいかな。これめっちゃでかいで。あと履帯なんだけど、スプロケットではキュイのように3つの履帯構造にはできないので、中央のものは普通の履帯、左右は装飾を使ったダミーにします。足回りの自由度は低いゲームやからな。それで今作っているのが中央の車体構造だね。形としては比較的簡単やな。そう思うよね。私も簡単に作れるだろうと思いながら後ろで作ってるんだけど、わけわかめで全然作れません。結局4回くらい作り直したのかな？普通の戦車と違って基本構造が異なっていてなかなか難しかったね。それでこんな感じでまた作り直して、一応それっぽい形ができました。似とるやん。お花摘みと休憩をしたくなってここで形状を保存。それでゲームを再開したら消えていました。またか。あの妖怪の仕業か。妖怪大胸筋ってなんや。自作装飾を左クリックで選択して右クリックで取り除くことができるんだけど、丸に再配置できずそのまま消えることがあるんだよね。しかもゲーム画面では普通に存在してる状態だから消えたことに気づけない。最悪のバグやん。もう何回目かわからない作り直しをして全長7メートルくらいある車体は完成。その上部のコックピットのような構造はエクステンドで盛り上げて、スムースアングルで丸みをつけます。あとは高さが合っているか確認。これどのくらいあるん？正直よくわかんないんだけど、3メートル50センチくらいかな？実はこの戦車、プラモデルとかもほとんど販売されていなくて、作ってる人も少ないんだよね。かなり変わった見た目しとるからな。公式設定では全高が 7.8 メートル、全長は 6.2 メートル、幅が 23.8 メートルなんだよね。全長がちょっとちゃうな。幅を基準に参考画像の長さを測ったらこうなった感じだね。プラモデルごとに形が違うからな。それで今作っているのが上部構造。砲塔というかようわからん構造やな。先端に主砲というか機関砲があるので呼びやすく砲塔ということにしておきましょう。砲台の下側はこんな形。下の構造と形状、サイズを一致させます。後ろのところには謎の切り込みがありました。多分乗り降りするところやろな。それで全体のサイズ感を見るため、ここで左右の構造を作ることにしました。簡易モデルだね。確か幅は 23.8 メートルやな。両側の履帯構造までは 19.3 メートルくらい。この履帯がついている部分の幅は2メートル20センチくらいだね。これだけでも結構でかいで。さすがに大きすぎる気がするので縮めておきました。サイズ感は特に問題なかったので砲塔に戻って、これはシールドみたいな構造か。厚みが必要な構造はエクステンドで伸ばしながら作るといいね。あとは上面を選択して内側に引っ込めれば完成。それっぽいのできてきたで。次に機械砲を乗せる部分。これも無難に別のキューブから加工して作りました。先を引っ張り上げればええだけやな。形になったね。それで連装砲を乗せる砲火はそれっぽいものを作りました。乗っていたのは 30mm 機関砲2門。これ 30mm なんか？見た目は 75mm くらいありそうなんだけど、前教えてもらったプラモデルにする造形の問題かな？小さくすると作れんみたいな感じか。でも実際のガンダムでもそれなりの大きさで描かれていたみたいで、アニメに合わせた可能性も高そうだね。とりあえず仮のサイズを乗せて最後に合わせました。そして謎のウィングだね。これはいらんやろ。完全に見た目だけの装備だね。ちなみにこれ何キロで走るの？公式設定では時速 85km だね。
85？何してんねん。問題ないね。えらい傾いとるで。ゆるふわ軍事チャンネル。はい、しっかり作れていることを確認できたので、両サイドの足を作っていきます。さっきのは構造を確認しとったんか。作ったけど動かないとかあるからね。特に初心者さんであれば確認しながら作った方がいいね。では、作る様子を見ながら、キュイが一体どのような兵器だったのか簡単に紹介していきます。おお、珍しく解説や。ピクシブ百科事典によると、まあそうやと思ったわ。ガンダムで主人公の敵対勢力となるジオン広告軍が運用している戦車がこのキュイ。最初に紹介したように傭兵戦車となっていることから、主に兵士を乗せて強襲するような兵器になっているみたいね。歩兵戦闘車みたいなそんな感じやな。ただ、ガンダムでもほんの数回しか登場しないみたいで、ピクシブ百科事典では、インパクトありすぎる珍妙なフォルムと、よく考えなくても何に使うのかわからない珍兵器として、ファンの間では時折話題になる、と紹介されているね。もうやばい兵器やん。そんな兵器なんだけど、作中ではホワイトベースという主人公らがいる拠点に対し強襲するなど活躍してる様子が確認できます。でもそれ以降はほとんど登場せんのやろ。そうみたいね。ダメやん。はい、今、後ろの画面では装飾を使った擬似体を作ってるんだけど、これ無理だね。あれか、ペンギンの形に合わすことができんのか。なんとかなるだろうと思い込んで作ったんだけど、想像以上にピンチだね。どうするん？こうなったら見た目を変更するしかない。もうむちゃくちゃや。車体と同じように中に履帯が入り込むデザインに変更。あとは作品と同じようにふっくらさせて、後ろ側もそれっぽく仕上げれば、なんかいい感じにできとる。ツンツンプロですから。あとは装飾をつけて完成まで仕上げます。それでこの部分に兵士が登場します。想像はしとったけどここに乗るんか。やっぱりこの乗せ方というか全体的な兵士の輸送方法がちょっとおかしいんじゃないかという話だね。普通はもっと肥大しないように守る的な方法やからな。後からも紹介するんだけど、ここに乗る兵士は両方で合計10人から20人とばらつきがあります。設定資料で書かれとるデータがちゃう的な話か。よくある話だね。あとはこんなのもつければ左側は完成。ついでに塗装もしておきましょう。はい、こんな感じになりました。おお、上手にできとるやん。ちょっと形は違いますがこれでいきます。反対側は形状を保存したものを読み出すだけ。残りは車体の塗装と装飾。これもプラモデルを基準にしながらつけていきましょう。ボイッとつけて、リベット装飾も入れると一気に戦車っぽくなりますよ。ついに完成やな。はい、では完成した車両を見ていきましょう。重量149トン。巨大やからな、仕方ないか。装甲は敵に抜かれない十分な量をつけました。ちなみに背面は5から10ミリとフライパン並みしかありません。無理やり重量削減や。主砲は40口径30ミリ連装砲。砲弾は全長173ミリ、現実でも使用されているものに設定しました。最高速度は 50km と見た目によらず快速です。やん。人とのサイズ比較はこのくらい。やっぱりこれめっちゃでかいで。それでは、この戦車の突っ込みどころでもある兵員輸送能力を見ていきます。はい、ちょっと見えにくいですが、ゆかりちゃんパネルを使って調べてみました。イラストの身長は160から170センチ、片側5人、両方で10人登場すると、こんな感じになります。結構スカスカやな。これには理由があって、作中では左右に飛び出たジェットパックを背負った兵士がここから飛び立ってるんだよね。そのスペースが考慮されとるんか。こんな感じで飛び立つんだよね。偶然なのかはわからないんだけど、感覚的には片側5人くらいが妥当だね。それだと20人登場の設定はどうなるん？そう来ると思ってもちろん置いてみました。片側10人、両方で20人です。あれこれぴったりやない？これね、私びっくりしちゃったんだけど、ぴったり20人入るんだよね。そんなことあるん？一応ある程度正確に寸法は測って作ってるよ。それで、作品ではどうなっているかはわかんないんだけど、要は、ジェットパックを積んでいない兵士を乗せた場合は、20人登場可能ということじゃないかな？そういうことか。それにしてもぴったりすぎや。横幅23.8メートルが意図的に設定した数値だとすると、これはかなり説得力があるというか、それなりに考えられて出された大きさの可能性があるね。パッと出した数値なら天才やでこれ。ちなみにこの隙間から見るとこんな感じで見えますよ。
おお、すごいやん。この視点で紹介できたのはかなり珍しいと思います。1分の1で作ってよかったな。みんなちゃんと見れたかな？はい、それでこの戦車、次は何や？実は折りたためるよう設計されていたというよくわからない設定があるそうです。ちょい待て。これは作品でちゃんと描かれているものみたいだね。それで後ろはこんな感じで前を向いて、この状態で走るというもう一つの設定があります。設定。それで突撃前に開くらしい。そういうことか。もちろん両端の三角の履帯は前を向いたまま開きます。この場合、何人乗れるか気になって調べたんだけど、片側5人くらいか。つまり10人だね。もうちょっと詰めれば6人、合計12人乗れそうな気がするね。それで実際に入ってみるとこんな感じ。両サイドがゆかりなのは堪忍やで。この視点もかなり珍しいと思います。頑張って作ってよかったな。はい、こんな感じだね。こうやって見るとかなり面白い車体や。それで最後に砲塔だね。これ結構高いな。どうしてここまで高く描いたのかはさすがにわからないね。考えられるのは視界の問題とか。何らかの運用上の問題から作った可能性はありそう。ちなみに高い位置に機関砲がついていて攻撃はかなりしやすいです。攻撃もされやすいけどな。車体の紹介は以上です。それではゆかりちゃんを呼んで試合をしていきましょう。皆さんこんにちは。いつものように私は砲手やるから、ゆかりちゃんは状況報告、あかねちゃんはドライバーやってね。了解や。では戦闘開始。ゆるふわ軍事チャンネル。それでは行きます。あかねちゃん発進。みんな行くで。というかなんで怒りパネル置いたままなんや。ちなみにどれか一つが本物です。どれかわかるかな？わかるかなやないやろ。はい、ということで実際のアニメでもこのように移動する様子が映し出されていました。これ凹凸が強いところやとつっかえるで。付け根の部分が動くようになっていないと車体が宙ぶらりんになるかもしれないね。もちろん作った車両は完全に固定された状態だよ。まあそんな構造は作れんからな。それと作ったこの戦車、致命的な欠陥があります。何？方向転換ができません。100年くらい前の戦車か。原因は履帯の間隔。設計可能な最小の幅で作ったからほとんど旋回できないんだよね。ポンコツすぎるやろ。まあ機械砲は問題ないのでなんとかなります。敵装が出てくるまでカット。一時の方向的戦車。この子ね。よいしょ。敵戦車撃破。これまためっちゃ強い系のやつや。最初に出てくる軽戦車だと機関砲の方がサクサク倒せるね。さらに敵戦車撃破。あかねちゃん敵に突っ込む形で戦っていくよ。了解。と言っても前進と後進くらいしか移動できん。敵戦車炎上。弾は普通に弾いとるな。正面は150ミリ、側面は一応100ミリ積んでるからね。あれというか味方攻撃しとる。味方の発砲数ゼロ。なんでや。しゃあないのでゆかりちゃんを射出して戦わせます。ゆかりちゃん発進。そんな機能ないやろ。だから何笑てんねん。味方が戦わない理由は単純に攻撃できる位置にいないことが原因だね。機動性が劣悪やからな。敵の第一波全滅。ではせっかくキュイを作ったので閉じた状態でも戦っていきましょう。あのキックボード状態のやつか。はい、乗り換えてきました。機動性についてはさっきの開いた状態と変わらないね。実質動いとるのは中央の履帯だけやからな。これね、実際に作られたとしても機動性というか旋回性能はかなり悪いと思うんだよね。アニメでは車体に一つの履帯がついて両サイドが独立して動く感じなんやろ。多分そうだと思うんだけど、後ろの履帯が車の前輪みたいに左右に動くことで方向転換する感じなのかな。そうなるんか。では重戦車線からサクッとやっていきます。今日の重戦車ガチャは何かな。また特通や。あかねちゃんパック、ちょっと行き過ぎ。ちょっと行き過ぎ。行き過ぎからがずんだろう。特通炎上。さらに特通炎上。これ普通の砲弾発射するより機関砲を使った方が強い説あるで。練習した状態で見ると強そうなんだけど、実際に使ってみると抜けるのは特通くらいで、前作った戦車みたいに機動性を生かして側面とか背面に回り込めないとほとんど撃破できないね。こんな感じか。敵戦車撃破。一番いい構成は100ミリ以上のスポーを積んで機械砲で攻撃する方法かな。さっきから見とると側面抜けとるとか天板を貫通して
撃破できとらんな。ちょっと離れるとまず抜けないからね。敵戦車炎上。残り1両。ガルパン仕様なのでただの花火ですよ。 11時に敵戦車。なんやこの白いマーク。敵さんを撃破するごとに1本増えるよ。ポイント撃破。余裕の勝利だね。150ミリとかおかしなくらい走行積んどるからな。そうじゃないと映像が撮れないんだよね。というか車体ボコボコやん。走行つけないと多分この回数やられることになります。地獄やん。おう、これは初めて紹介するシナリオやな。視聴者さんから予選のシナリオがないか質問があったのでプレイしてみます。これ以外にももう一つ完全に真っ暗な予選シナリオがあります。なんでプレイせん？理由は単純で映りが悪くて動画素材として使いにくいんだよね。はい、今木にぶつかったことでダメージが入りました。あと、正面にいる T バーツを撃破するだけという内容だからいまいち面白くないんだよね。というかキー強すぎやろ。前回プレイするって言って結局導入しなかった試験バージョンでは簡単に倒せるようになってるのかな？このくらいのバグは一般向けバージョンでも修正してほしいな。はい、木にぶつかってやられました。ちなみにその試験バージョンではフォトモードとか導入していたね。他にやることあるやろ。はい、ということで、今回は機動戦士ガンダムに登場する傭兵戦車キュイで遊んでみました。いろいろ検証もできてよかったな。登場人数と機体サイズが一致していて面白かったね。もし詳しい方がおられたら、ガンダムにおける機体サイズは計算して設定されているのかなど教えてくださいね。下のコメント欄から教えてな。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは軍事に関する興味深い内容からゲーム実況を多く投稿しています。今回の動画が面白かったと思った方はぜひチャンネル登録してくださいね。では、次回の動画でお会いしましょう。またね。またな。